こんにちは、ミッキーです。今回は東京駅周辺有楽町日比谷エリアから新常識カフェ7選をご紹介したいと思います。東京駅周辺ですと丸の内エリアだったり、あとは銀座エリアのご紹介をこのチャンネルでしているんですけれども、改めて有楽町日比谷エリアをご紹介しようと思って今回動画を作りました。有楽町というと東京オリンピックの種目でいうところのウェイトリフティングの会場にもなりました東京国際フォーラムがある場所でもございます。そんな東京国際フォーラムにも魅力的なカフェありますし、それ以外にも日比谷周辺、日比谷公園だったり、あとは日比谷ミッドタウンなどにもおすすめなカフェありますので、ぜひ東京駅周辺散策する時の参考にしていただければと思います。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。まずこちらに映していますのは東京国際フォーラムでございます。東京駅からも有楽町駅からもとてもアクセスがいい場所にあって、私も東京国際フォーラムにはイベントで立ち寄ったりしていますね。昨年だとバックトゥザフューチャーのコンサートイベントにも参加させていただきました。そんな国際フォーラムからご紹介したいのがこちらのブルックリンロースティングカンパニーさんでございます。こちらは雑貨屋さん併設になっていまして、プラザの雑貨を買うこともできるのと、あとはこちらの本格コーヒーを味わうことができる、そんな空間になっています。こちらのブルックリンロースティングカンパニーさんは2009年にニューヨークのブルックリンで誕生した本格派コーヒー店になっていまして、美味しいコーヒーは地球と人に優しいといった信念のもと、環境保護にも配慮しているような、そんな素敵なコーヒー店でございます。そして産地や農園にこだわってニューヨーカーに愛されるコーヒーということで、ここ日本だけではなくて多くの世界中のレストランやカフェ、そしてホテルでも利用されているといった豆になっています。でこの焙煎自体はローリング社製のスマートロースターで丁寧に行われているということで、こちら先ほどちょっとちらっとお映ししたんですけども、コーヒー豆の種類は非常にたくさんありますので、お好みのスタイル、お好みの焙煎度合い、お好みの産地で選んでいただいて、お店の方と相談していただいて頼むととてもいいかなと思ってます。そして店内の席も結構たくさんありますので、この辺にお勤めのサラリーマンの方は昼食をしてランチの後にこちらでコーヒーを買って午後の業務に取り組むみたいなのもとてもおしゃれでいいかなと思ってます。私自身も東京駅周辺で勤めているんですけども、ちょっと差別化を図りたい時なんかにスタバではなくてタリーズでもないようなそんなコーヒーカップを手に取って会議に臨むのもいいのかもしれないですね。とはいってもあまりそういったところに気づく人もいないかもしれませんが、この辺に関しては自己満足でもあると思いますし、日常にちょっとした変化を与えることっていうのは私はすごい大事かなと思ってますので、そういった工夫の参考にもしていただければと思います。日本への初進出は2012年に大阪に進出したのが初めてだということで、この東京国際フォーラム店は東京で2店舗目として2019年に実はオープンしたばかりだということですね。こういったカウンターの席にも、充電のスペースがあったりするので、そういったところもとてもありがたいですよね。そしてここのテーブル席ではこのブルックリンロースティングカンパニーさんのグッズとかが飾られていて、こういったところと一緒に写真撮っていただくとちょうどインスタ映えとかにもなるかなと思っています。でこの日は私はですね、スマトラのアチェのダークローストをいただきました。このブルックリンロースティングカンパニーさんのロゴもとても素敵だなと思ってますね。でそのスマトラアーチェのダークローストは甘みを感じるフルーティーな、チェリーのような口当たりが特徴的だったなと思っています。続いて同じく東京国際フォーラムの中からご紹介したいのがこちらのカフェレクセルになります。このレクセルという意味には人、商品、店の全てがエクセレンス、そしてそんな思いを店名に込めて最高の一杯、つまりカップオブエクセレンスを提供する空間としてこのお店の名前の由来になっているということでございます。でこちらのお店はドトールコーヒーの新業態となっていまして、日本のコーヒー文化とスペシャルティーコーヒーの融合をテーマにしているということでもあります。でこちらは店内のスペースもありますし、こういった国際フォーラムの中のスペースもありますので、ここで軽く充電しながら作業しながらってこともできるかなと思っています。
東京国際フォーラム自体は結構広いのでちょっとした環境音はするかもしれないんですけども、割とあまりガヤガヤとした雰囲気ではないのが特徴的かなと思いますので、電話会議とかでない限りは結構集中して作業に取り組むこともできるかなと思っています。季節に合わせたオリジナルのフードをこちらのお店では提供していただけまして、あとはこちらの3種類のスペシャルティーコーヒーから選べるというところなので、少し普通のトトールコーヒーとはランクが違う一段ランクが上のコーヒー店になっているかなと思っています。こんな感じでドリップをしている様子も見ることができますし、こういった店内にあります壁側にはですね、このコーヒー豆が届いてくるまでの物語の話ですとか、あとはコーヒー豆自体の引き方ですね、コーリドブルーとかフレンチプレスとか、あとはドリップとかいろんな手法で入れる時のイラストが描かれてたりってところで、こういったコーヒーの物語を描いてくれていますね。そしてこちらはこの日にいただいたシングルオリジンのコロンビアナリーノでございます。季節ごとに結構変わったりするので、ぜひいろんな季節に試していただいてお気に入りの豆を探してみてください。続いても東京国際フォーラムからご紹介しますこちらのシェイクシャックでございます。東京にお住まいの方はシェイクシャックも相当馴染み深いようなお店になってきたかなと思いますね。割と7軒ぐらいですかね、東京には今店舗がありますが、まだまだ大阪とか横浜とかには1店舗2店舗ぐらいが進出したばかりだということで、特にですね東京に来た方なんかは東京駅から近いこちらのお店使っていただくのがとても便利かなと思ってます。でこちらの東京国際フォーラム店のシェイクシャックの魅力は、外側の席もたくさんありますのと、あとは東京国際フォーラム自体にも結構座って軽く食べられるようなスペースがあったりするので、すごい使い勝手がいいようなお店かなと思ってます。また店内の席も結構たくさんありますので、本当に使い勝手がいいという言葉が適切かなと思ってます。先ほど冒頭で申し上げたように、東京国際フォーラムでのイベントの時なんかにはすごい混むんですよね。そんな時にこちらでテイクアウトして食べていただくなんていう手段も選ぶことができますし、早めにここの席を確保することができれば待ち時間の間もここで潰すことができてとてもいいかなと思っています。そしてこちらのシェイクシャックは国内では3号店としてオープンしたお店になっていまして、この都心にありながら天井の高いガラス張りの空間がとても魅力的ですよね。で特にこのシェイクシャックのハンバーガーはアメリカ人が行列を作るハンバーガー店としてとても有名だということで、今手元で映していましたシェイクもとても好評ですし、あとはこちらのおしゃれな箱に入れていただくハンバーガーがとてもいいですよね。このサイズのハンバーガーにこんなに大きい箱をくれるのっていうのは結構私も不思議に思ってるんですけど、これもランチ時にですね、職場からちょっと買ってあんま時間がない時とかにテイクアウトいただくことが多いかなと思ってます。この時はこの季節限定のバーガーをいただいたのと、あと別の日にはこちらのレギュラーサイズのシャックバーガーをいただきましたという形です。コーヒーもちなみにとても美味しいです。続いては有楽町から少し歩いたところにあります日比谷側の東京ミッドタウン日比谷をご紹介していきます。日比谷で映画を見られる方なんかはこちらの映画館ご利用されたこともあるのではないでしょうか。こちらはちょっと映像古いんですけれども、クリスマスの季節に伺った時に撮らせていただいたものになります。日比谷のミッドタウンもですね、とても広々とした空間になっていますので、六本木に行かれた方もわかるかもしれないんですが、こちらはまたこちらで違った味わいが楽しめるかなと思いますね。でやはりミッドタウンというだけありまして、結構高級感のあふれるようなお店もあるのが特徴的かなと思います。そんな日比谷ミッドタウンの中からこちら日比谷セントラルマーケットに入居しておりますアンドコーヒーロースターズさんをご紹介させていただきます。こちらのアンドコーヒーロースターズさんは2013年熊本にオープンした自家焙煎コーヒー店のスタンドでございますね。こちらの日比谷ミッドタウンには2018年にオープンしたとのことです。こちらのお店では木豆の選別からこだわったスペシャルティーコーヒーを丁寧にハンドドリップでご提供してくれるというところですね。でこちらの店員さんはとてもコーヒーに詳しいなという印象だったので、その時に仕入れている豆の特徴とか、あとはその人のお好みに応じた豆を選んでくれそうな、そんな雰囲気を感じましたね。あとは今映しています通り、雑貨や日用品を扱うフレッシュサービスですとか、雑誌や文具を扱う有林堂を併設していますので、まさにキオスクらしく使うことができるスタンドになっているかなと思います。あとですね、日比谷ミッドタウンにあって立地もいいので、日比谷付近に勤務されている方はこちらでテイクアウトをして
午後の仕事を始めていただくなんてこともいいかなと思います。で、今映しています通りこんな感じでコーヒー豆がその日に複数種類用意されていまして、その中から自分のお好みに応じたコーヒーをいただけるといった感じですね。で、あとエスプレッソ系のドリンクもいただくことができたり、パウンドケーキもいただくことができるので、コーヒーと合わせて楽しんでみてください。で、こちらはこの日にいただいたドリップコーヒーでございます。この&と書かれたコーヒーカップがとても可愛らしいですよね。続いては日比谷ミッドタウンの地下に潜った先にあります日比谷焙煎コーヒーさんのご紹介です。こちらのお店はガラス張りの焙煎室が併設された本格派コーヒーロースターになっていますね。で、厳選されたコーヒー豆をバリスタさんが焙煎している様子を見ることができる、そんな空間になっていますね。で、こちらのお店の豆は季節ごとに3種類用意していて、そちらの豆は浅入りと深入りの2つの種類で楽しむことができるといった場所になっています。で、こんな感じでガラス張りの空間の外から焙煎機を眺めることができまして、で、結構ですね、焙煎している様子を見ることができる時間もたくさんありますので、時間のタイミングが合えばそういった様子も見ていただくのがいいかなと思います。で、あとはイートインもできるんですけども、ここは席があるというよりかはこの日比谷焙煎コーヒーの近くにちょっと椅子がある程度なので、テイクアウトしていただくのが主かなと思いますね。で、こちらこんな感じで焙煎をしている様子を見ることができますね。なかなかコーヒー好きな方なんかこういったのも好きかなと思います。で、こちらはこの日にいただいた日比谷焙煎コーヒーの浅入りスモールサイズでございますね。スモールサイズとは言っても普段イメージされるような形のサイズのコーヒーになってるかなと思いますので、ちょうど昼休憩の後にご飯の後にいただくにはとてもいい感じのサイズかなと思います。で、浅入りとあるんですけれども、そんなに酸味が強いわけじゃないので、酸っぱいのが苦手な方でも楽しむことができそうですね。続いてはまた有楽町側に戻りまして、ノッツコーヒーロースターズさんをご紹介します。こちらの店、有楽町駅を出てすぐのところにあるビッグカメラの近くにありますスタンドでございます。こちらは東京駅の日比谷エリア、有楽町エリア、あとは丸の内エリアにお勤めのサラリーマンの方なんかは朝からもやってますので、こちらでテイクアウトしていただいて朝を始めるというのもとても素敵なのかなと思ってます。実際に私も出勤前にここに立ち寄ってコーヒーをテイクアウトして仕事をするなんてこともありますね。というのもこちらの店では浅入り深入りの2つの豆からコーヒーを選ぶことができまして、浅入りの方はまさに朝にいただくにはとてもいいすっきりとした味わいになっていまして、あとたっぷり入っている割に値段も結構リーズナブルにいただくことができますので、普通のコンビニコーヒーで少し飽きてきてしまったななんて方にもとてもおすすめできるようなコーヒースタンドになっているかなと思います。そしてこちらはこの日にいただいたノックノッツコーヒーですね。先ほど申し上げた浅入りの飲みやすいコーヒーになっています。今の季節は寒暖差が難しい時期ですけれども、ホットとアイス使い分けていただければと思います。続いてご紹介しますのは日比谷エリアにありますゲシャリーコーヒーさんでございます。まさに最高品質の一杯を提供してくれるコーヒー好き必見のお店になっているので、ぜひコーヒー好きな方はこちらに立ち寄っていただきたいなと思っています。日比谷にあるこちらのお店はゲシャリーコーヒーという名前の通り、コーヒーの最高品種であるゲイシャのみを取り扱っている専門店になっていますね。このブルーのパッケージもとても特徴的でお土産にも最適かなと思います。あとですね、こちらの今ショーケースに映っておりますパティシエの作られているスイーツもとても美味しくてですね、見た目にも、最高のものになってますので、ゲシャのコーヒーと合わせていただくのがいいかなと思います。で、こちらはゲシャリーコーヒーの店員さんにちょっと案内していただいたんですけども、こんな感じで抽出されるコーヒーは全自動マシーンで丁寧に豆ごとの特徴に合わせた抽出の方法をしてくれますので、まさにですね、最高品質の豆を最高品質を保てるだけの技術力と仕組み化されたドリップ手法の中で提供されるという形ですね。ちなみにこの全自動スペシャルティーコーヒーマシンは世界初だということなので、これ自体もとても注目かなと思います。そして豆は中米コスタリカのトップクラスの自社農園で採れた豆を完全熱風焙煎で自社焙煎しているということですので、他のコーヒー店の芸者では味わえないような豆を味わうことができるかなと思いますね。自社農園で芸者の豆を取り扱っているってことはあまり聞いたことがないので、とてもですね、ここでしか味わえない味わいを楽しむことができそうな感じですよね。で、こちら席数も結構たくさんありまして、今2階と4階の様子を映してるんですけども、カウンター席だったりテーブル席だったりお好みのスタイルに応じて、楽しむことができるかなと思います。
でカウンター席には充電器もついていますので、ちょっとリモートワークがてら息抜きに使っていただくのもとてもおすすめかなといった感じですね。そしてこちらはこの日にいただいたコスタリカタラスのハシエンダコペイという品種のものでございます。まさに自社農園のコーヒー豆を使っていますね。このゲシャリーコーヒーさんのカップもとても特徴的で素敵ですよね。で結構たっぷりいただきますね。ちょっと値段はやはりするんですけども、普通のコーヒーの何倍もするのでですね、ちょっとリッチに味わいたい、そんな一日に味わっていただくのがいいかなと思います。あとコーヒーいただいた時にこちらのメレンゲとあとアイスコーヒーもサービスでいただきました。でこちらは別の日にいただいた、芸者のラテになるんですけども、ラテにしてもやはりフルーティーな果実感が味わえるとても上質なコーヒーになっていました。以上、今回は有楽町と日比谷から新常識カフェとして7選ご紹介させていただきました。有楽町日比谷周辺は非常に店の入れ替わりも激しいですし、そんな中でも結構新たな試みを持っているようなお店が進出されたりってことも多いので、ちょっと私自身も注目して見ていきたいなと思っています。他にも結構系列店、スターバックスとかドトールのようなところの系列店が力を入れて出店しているような店舗がちょっと離れて銀座のエリアとか丸の内エリアにもありますので、その辺も取りこぼしがないようにチェックしていきたいなという感じです。とはいえ店の数も多いので、もし皆さんの方でこういったお店とてもおすすめだなというのがありましたらコメント欄の方で教えていただけるとありがたいです。以上ミッキーでした。ありがとうございました。